はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日の繁栄月食から4月9日の皆既日食までの2週間を星の説明とともにタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。私の方で星のことが好きとかタロットが好きっていう方は、メンバーシップやっていますので、勉強したい方は動画をね買っていただくのも嬉しいですし、そういったメンバーシップの中で応用の勉強とか星好きな人、タロット好きな人同士で集えるメンバーがありますので、ご興味ある方は概要欄から詳細をご覧ください。そしてまた勉強したいわけじゃないんだけど情報だけ欲しいなっていう方は LINE の方でもメンバーシップをやっています。で LINE はこういった新月とかもしくは月食とかですね、満月のエネルギー解説を LINE の方でしていますので、そちらもねご興味ある方はぜひ LINE のご登録もお待ちしております。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソード3逆、タワー逆、デースの逆、はい、カップエース、節制逆、ペンタクス8、ソード5の逆、気をつけることや対策はペンタクス5の逆と鳳凰とオラクルは、はい、ペンタクスの4です。強いですね。この2週間鍛えられるな。ちょっとまず先に星の話をさせてください。普通でもですね、新月とか満月とかっていいタイミングなんですけれども、今回は月食に日食ということで、普段以上に何か無意識のねエネルギーっていうのを感じて、私たちっていうのはちょっと揺れやすくなったりするんですね。で特に3月25日の月食っていうのは、月食自体のエネルギーっていうのが何かを壊していくっていう感じがしたんです。なので壊すことを恐れずにっていう、特に自分の気持ちに忠実になった時に壊さなければいけないものがあるならそれはそれでもいいんじゃないかみたいなメッセージを感じたんですけれども、乙女座の皆さんもなんかそれが出てるなという感じがありました。でそうですね、それとですね4月の2日から4月25日までっていうのは水星が逆行するんですね。でこの逆行期間っていうのは年に3回ぐらいあるんですけれども、社会的には状況的には交通手段が乱れやすかったり、スケジュールが変更になりやすかったり、いろんなねやり取り流通関係が遅れたりしやすい時なんですね。でまたは私たちの頭思考もああだこうだっていうことを考えやすい時になるので、ぜひこの時は余裕を持っていろいろ対処する。そしてぐるぐるしてる思考というのはできるだけストップするっていうふうに意識してください。で乙女座の皆さんはこの3月20日以降っていうのは見えない恩恵を受け取るよみたいな時に入っているんですけれども、見えないものなので恩恵っていうのはあからさまなプレゼントとかではなくて、誰かが自分のことをそんな風に評価してくれてたんだとか、昔親は厳しいと思ってたけどこんなに自分のことを愛してくれてたんだみたいな、そういう見えない形としてはわからないんだけど、自分がそれを受け取れるようになったからこそ今受け取ってるっていうことがあると思うんですね。それが20日以降ちょうど入ってくるよって、そういうのを受け取るんだよっていうタイミングの時なんです。たださっきのこの水星の逆行っていうのも重なっているので、何かそれを自分が歪んで捉えてしまいそうな感じがあるので、そこは気をつけてください。でちょうどね今年に入っているといろいろ人間関係も鍛えられたかと思うんですけども、3月の23日以降はね、じゃあもう一回人と頑張って向き合っていこうかなとか、もう一度言わずに済ませていたことをちゃんと伝えようかなみたいな勇気っていうのが湧いてくるかもしれません。でそれは実はそう思ったならそうしてほしいし、もしかしたら見えない、応援のエネルギーが届いてて大丈夫だよっていうエネルギーが来てるから自分がそうしてみようっていう気持ちになってるのかもしれないので、ぜひそこはねご自身を責めずに信じてください。でカード全体で見た時にまず一番感じたのはこのオラクルの自分が大事にしたいものを大事にしていいんだよっていう感じがしたんです。他者に合わせて何か違うふりをする必要はなく、自分が大事にしたいものを大事にしていいんだよって。でこれはもう自分だけのものだから誰にも奪われないんだよって感じがしたんです。で入り口がソードの差の逆なので、何か誰かに対して気を使っている。そして気を使っている
原因となることが何か状況が想定外のことで違う形になったんだなって感じがするんです。例えばですけど、自分が何かを提案したとしお仕事とかでも自分が何かを提案したとします。でそれに対して会社がいいね、じゃあそういうプロジェクトをやってみようかってことで動き出したとします。だけど実は状況的に誰のせいでもないんだけど、それはできないということが判明し、途中まで動いたんだけどそれはおじゃんになりましたってなったとしたら、なんか自分がそれを提案してしてみんな乗ってきたから別に誰のせいでもないんだけど、なんか自分が余計なこと言っちゃったのかなとか思ったり、自分が提案したことがうまくいかなかったなっていう形でなぜか自分を責めるみたいなね、なんかそんな感じもあるので、物事は起こるべくして起こっただけであって、自分が何かをしたからそれがダメになったっていうわけではないっていうふうに出ているので、自分の頭の中とか自分のテリトリーの行動以外のもっと大きな宇宙のエネルギーの恩恵として何かが予定変更になったり、もう一度考え直すみたいなことは起こってませんかっていう感じがあるんですね。何かここで再起している、再起動しているっていうのかな、もう一回ダメだと思ったものから復活するっていうのがあるので、そこに至る一連の出来事の中でちょっと心を疲れているみたいな感じがあったりするので、そこだけ気をつけてください。全然ね、自分を責めないでくださいね。で、今ふと我に返ってみたら、そうだよねって、自分はちゃんとやってきたよねっていうような、なんかもう一回ポッと自分自身を認められるような嬉しいエネルギーっていうのが復活してますね。だから本当今届いてるんだって思ってみてください。自分が見てる世界や生きてるこの環境ややってることだけじゃなくて、その背景にあるこの空気みたいなもんですよね。空気なんか普段全然気にしないけど、実は空気がないと私たち生きていけないみたいな。じゃあ空気はどこから来てるんですかって、宇宙が与えてくれてるものみたいな感覚で、そういったものに感謝したくなる。遠いところからなんか自分って生かされてるんだとか、認められてるんだみたいなことを感じられるような感じがあるので、ぜひ心をね豊かにというか、自分で自分を責めずに、自分で認められるようなものを探してみてくださいね。そしてその後ですね、乙女座さん特有のというか、きちんとやろうみたいな気持ちが余計出てくるかもしれないんですけれども、可能性は一つじゃないという感じがします。すごく自分の強みを使ってね、何かちょっと難しいこととか、ちょっと専門的なこととか、これは自分の天職って言いたいみたいなぐらいの強い思いのものを作っていきたいっていう感じが出てるんです。とってもこれはいいです。未来につながっていく思いであり、未来につながっていくエネルギーであり、でそれをうまくこなしていきたいんだっていう感じがあるんですけど、まだちょっと手探りなんですよね。なのでしっかりと紆余曲折しながらでも、失敗しながらでもコツコツとやっていく、コツコツと筋トレしていくみたいな感じですかね。筋トレも最初は全然できないけど、少しずつできるようになるみたいな感じで、本当にわずかな一歩をずっと積み重ねていってねって感じがします。そしてその後もね、またね、すごく努力してるのに、なんか他者からはこれをどう見られてるんだろうか、他者からどのように自分は評価されてるんだろうかっていうことをすごく気にしてそうなんですよね。なので今回のこのメッセージっていうのは、どうしてもおそらく乙女の皆さんがちょっとハートがナイーブになって他者からの承認を求めやすくなってるんだなって感じがしたんです。これはでもね、月食から日食に向かうまでのエネルギーの中では頑張ってるなっていう感じですよ。このエネルギーの中は本当にゆっくりしていこうねとか、そぎ落としていこうねっていう時なので、その現実っていうよりも自分の何かを変えなくっちゃとか、そういうふうに思うんだろうなと思うんですけど、十分やってますよって感じがします。そして、その十分やってる中で、自分の価値や大事にしたいものっていうものは全然失われていないし、もっとそれを自分で大事にしていいんだよって感じがしました。ここでも鳳凰っていうのが出てるので、今見えてる世界の中ではそう見えなかったとしても、もっと大きな広い視野で見た時にそれは正しいんだよみたいな感じで言われてる気がしたのでね、決して自分自身を一時的なことだけで自分自身の全人格を否定しないようにしてくださいね。ちょっと補足見てみようかな。
ソードの9ということでね、悩みたい時は人って悩みたいものなので、いつも思うんです。私も、ほぼほぼ心地よく過ごしてはいるんですけど、たまに昔の嫌なことを思い出したりとかして、こうイライラしてる時って、今私イライラしたいんだなとかね、今落ち込みたいんだなみたいな感じで思うんですよ。で、落ち込むネタを探したり、イライラするネタっていうのをわざわざ記憶から呼び起こして、それを引っ張り出してきたりするってことは、そうしたい感じなのね今っていうふうに思うんですけど、そんな感じで多少ね、ちょっとね、ナイーブになりたいんだなって、感傷に浸りたいみたいな、そんな感じがあります。ソードの3が2枚も出てますしね。なのでもしそうならそれでもいいですよ。ちょっと悲しい映画とか見て泣いたりするのもすごくヒーリングになるし、そういうちょっと暗めの映画で自分のを癒すっていうのもとてもいいと思う。ただそれはあくまでもこれ一時的なものなんだっていうことを分かった上で言ってください。そして大きなエネルギーとしてはものすごく豊かなねエネルギーがちゃんと温かくその全体を見守ってますよっていう感じがしたので、それを忘れないでくださいね。そうだね、どうしようかな。ちょっともうセルフセラピーカードもちょっと見させてください。気をつけることいきますね。はい、試練ということで、ものすごく自分を鼓舞して、これね、自分を鼓舞して頑張らなきゃいけないんだ、ダメなんだ、今のままじゃって言ってるような気がするので、そんなことないですよって、本当によく頑張ってますよって感じがします。対策は、リーダーシップを発揮していってください。全然めげずに十分やってますから、本当に十分やってますから、めげずにこのままいってください。いけると思います。ここにも出てるので、できるよって出てるので、めげずに意見を言っていってください。そして与えられるギフトとしてはあれかな、ギフトということで、フリーダム、自由になる鍵が与えられるよっていうことです。自分の思考から自由になる鍵だと思いますけどね、これは。そしてラブ、やっぱり人って愛情を信じたり、人にすごく愛されてるなとか大事にされてるなと思うとすごくほっこりしますよね。そのほっこりしたエネルギーの中にぜひいてほしい。今必死で自分で頑張ろうとしてるから、大丈夫ってもっとね、優しいエネルギーがちゃんと来てるよっていうことを感じてほしいなと思います。そしてね、最後ね、今回ちょっと特別にオラクルカードも引かせてください。オラクルカード今回は引きたい気がするんですよ。ね、乙女座の皆さんどう？いいじゃないですか。ちょっとフランス語読めないんですけど、私これは何だろう。驚きっていうカードが出てますね。驚き。このカードを見て皆さん自身も何か感じるものがあれば、その感覚をぜひ受け取ってくださいね。それがご自身が受け取れるメッセージだと思うので、どんなメッセージを受け取ったかぜひコメントでも教えていただけると嬉しいんですけども、普通にね、私たちお花を見ている時に蝶々が止まってきたら嬉しいですよね。自分では想定外の喜びがあると。でもそれには無邪気な気持ちで、ジャッジなくね、無邪気な気持ちで今この瞬間を感じて楽しんでると、神聖なね喜びが、驚きがあるかもしれませんよっていう風なメッセージが来てると思いました。春らしい感じ。ということで今回はここまでにしておきます。次回また4月の頭ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということで、もし何かしら良かったですとか分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。では、いい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。